はい、こんにちは。新しいイベントが始まったばかりのディズニーランドへ一人でぶらりと行ってきました。今回はやりたかったこと、久しぶりにできたことがあります。シニアのぼっちディズニー、一人ディズニーを振り返ります。お一人様でシニア世代、ディズニー初心者ならではの視点でソロディズニーを満喫しました。60代シニアのディズニーもアクティブで魅力的なの？案外楽しそうだと感じていただけたら嬉しいです。それでは始めましょう。今回最初はディズニーシーへ行くことを考えていました。しかし直前にディズニーランドにある人気の小レストランの予約が取れたので、ディズニーランドへ行くことにしました。割と空いていると言われている2025年1月平日の混雑状況は、スプラッシュマウンテン40分待ち、美女と野獣130分待ち、ベイマックスのハッピーライド40分待ちです。それからビッグサンダーマウンテン50分待ち、プーさんのハニーハント45分待ち、スターツアーズ5分待ち、モンスターズインク50分待ち。そして10時半に入園した時にはスタンバイパスはありませんでした。最初に紹介した3つの乗り物はまだ DPA は買えました。でも今回私は何も買いませんでした。なんと今回はエントランスのところでいきなりドナルドに会えました。なるほど、これが視聴者様が教えてくれたフリーグリーティング、通称フリグリなんですね。偶然会えて嬉しかったです。ドナルドはお散歩の途中だったみたいですよ。フリグリにはルールとマナーがあるようです。エントランスのハートのマークの中に書かれている女の子はディズニー映画シュガーラッシュに登場するバネロペです。東京ディズニーランドで1月15日から始まったスペシャルイベントディズニーパルパルーザ、バネロペのスイーツポップワールドです。バネロペのスイーツポップワールドへようこそ。ここはバネロペが思い描いたお菓子の世界。カラフルで可愛くて美味しそうに様変わりしたパークでとびきり楽しいひとときをお過ごしください。まるでお菓子の世界のようにデコレーションされています。この特別なバケツを持ったキャストさんを見かけたら声をかけてください。ハッピーパルパルーザ、オリジナルのキャンディーがもらえます。新しいイベントが始まり、新しいパレードも始まりました。It's a Sweets Full Time、 1日1回、現在は3時40分から約35分。せっかくなので見られたら良いのですが、さて今回のイベントは3月16日まで続きます。早速新発売のスペシャルメニューを購入してみました。スイーツポップワールドサンデーストロベリーゼリー850円、3月31日まで販売しております。寒い日でしたけど美味しくいただきました。それではランドの中をお散歩しながら今回のゆるい目標、できたらいいなということをお話しします。今回やりたいこと、まず一つ目は小レストラン、予約が取れています。それからカプセルトイを買いたいです。そして新しく始まったパレードが見れたらいいなと思います。携帯用のバッテリーのレンタルサービスがあることを皆さんはご存知でしょうか。バッテリーは本当に減りやすいですよね。次回はバッテリーを借りてみたいと思います。今回もできたらいいことをいくつか列挙はしましたが、できなくても全然構いません。基本的にはノープランでゆったりまったり過ごしたい、そんな60代のぼっちディズニーの様子をご覧いただきたいです。今回は15時55分からの小レストランの予約だけ取れているので、その予定だけは念頭に置きながら、あとは好きなように過ごすだけです。この日、舞浜駅に降りた時には随分人が多いなと感じましたが、入園してみるとあまり混んでいないと感じました。多くの人がディズニーシーの方へ向かったからなんでしょうかね。
それから外国人が多くなったと感じました。私が分かった言語は英語、韓国語、中国語、それにスペイン語を話す方もいたような気がしました。アドベンチャーランドにあるウエスタンリバー鉄道に乗りました。ものすごく久しぶりに乗ったように思いましたが、意外とと言っては大変失礼ですが、とっても楽しかったですね。やっぱりいろいろなものに乗ってみると楽しいですよね。蒸気機関車に乗ってアメリカ西部を巡る旅へ出発ということですが、ほとんど待ち時間はなく乗ることができました。乗車中は景色や機関車についての説明などをアナウンスしてくれます。集中してしっかり聞くことができるのは一人ディズニーの利点の一つだと思います。機関車は4台あって、私が乗車した機関車の名前はミシシッピ号、他にはコロラド号、ミズーリ号、リオグランデ号があります。4台の機関車の名前はすべてアメリカ大陸を流れる大河から来ているそうです。またウォルト・ディズニーは大の機関車好きとして知られているとのことでした。景色もいいし楽しめますよね。ぐるっと一周するのに割と長い時間乗車できます。ちょっとした旅気分を味わうことができるんですよね。どのくらいぶりに乗ったかを思い出すことができないくらい、本当にとっても久しぶりでしたが、乗ってよかったです。楽しかった。すぐに乗れたからやっぱり空いている日だったんでしょうね。恐竜まで見ることができました。楽しい機関車の旅ももうすぐ終わりです。大変満足できました。またフリーグリーティングに会えましたね。今度はトイストーリーのジェシーです。そして同じくトイストーリーのウッディプライドに会えました。キャラクターグリーティングにはルールやマナーがあるとお話ししましたが、例えばキャラクターの出待ちをしない、SNS などでリアルタイムで今どこにいるなどと発信しないなどのルールが決まっています。この黄色い矢印の建物がザ・ダイヤモンド・ホースシューです。そこで講演されているザ・ダイヤモンド・バラエティマスターを鑑賞します。予約はディズニーのアプリで行いました。当日はチケットを発券する必要があります。予約時間の前にしておくことをお勧めします。私は忘れないうちにこの建物の前を通った時に発券しておきました。予約時間は15時55分ですが、席は決まっています。早くから並ぶ必要はありません。新しいパレードは15時40分から開始予定だったので、このザ・ダイヤモンドホースシューの建物の近くで少しだけでも見たいと思っていました。数日前に誰かがキャンセルしたチケットを予約することができたようです。直前に割とキャンセルも出るので、こまめにチェックすると見つけることができそうですよ。ショーを見ながら食事をすることができますが、お腹が空いたのでスナックをモバイルオーダーしました。これは2階建てバスに乗ってプラザを一周するオムニバス。後ほど私も乗りました。さて、モバイルオーダーが出来上がったようです。
今回私が買ったスナックはこちら、ポークライスロールです。ちょっと脂っこかったですね。さすがの私も、食べましたけれども、次はないかもしれない、ちょっと辛口ですが、食べた方の感想ぜひ聞かせてください。ご覧のようにベンチもかなり空いていますし、やっぱりこの時期は空いてるんでしょうかね。でもディズニーシーはどうなんでしょう。やっぱり今も混んでいるのかもしれないですよね。ファンタジースプリングスのエリアに入るのに入場制限をしていない場合があると聞きましたけれども、当日の混雑状況によるんでしょうかね。アドベンチャーランドへ来てみました。行きたいところがあるので後で向かってみようと思います。この大きな木のお家はスイスファミリーツリーハウスですが、現在休止中です。前回来た時はパスがないと買えなかったカプセルトイですが、今回は買うことができました。2つ買ってみました。1回500円です。可愛らしいミッキーのカプセルに入っています。左側がカプセルトイ、右側がコインの両替機です。左がデイジー、右がミニーのエコバッグでした。このカプセルトイは先ほど乗ったウエスタンリバー鉄道から向かって左手にあるアドベンチャーランドバザールにあります。全部で4種類あって、他にミッキーとドナルドがあります。時間は1時少し前、スプラッシュマウンテンが30分待ちスタンバイということで、少し心が動きましたが、今回はやめておくことにしました。この取捨選択というのが非常に難しいですよね。人生すべて取捨選択。決断の連続ですよね。13時からちょうどパレードが始まっていました。ディズニーハーモニー・イン・カラーです。さて私はトムソーヤ島のイカダに乗りました。あっという間にトムソーヤ島へ着きます。子供が小さい頃行ったことはありますが、本当に久しぶりにトムソーヤ島へ行きました。このイカダは時間が少し短く区切られていて、10時から15時45分までの運行になっていますのでお気をつけください。時間はたっぷりありますので、この際島の内部を行けるところはすべて行ってみたいと思います。この橋結構ぐらぐら揺れて怖かったです。ほんのちょっとしたアスレチックのような感覚でした。これはドクロ岩。その名の通りドクロのような岩です。口からミストと唾のような水分を吐きます。蒸気船マーク・トゥエイン号です。私はなるべく手を振るようにしています。乗り物でお母さんと男の子と一緒になりまして、男の子が一生懸命バイ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 と手を振っていて、それに反応して手を振り返してくれる時にはお母さんが
よかったね、よかったねって言っているのを聞いて、私も同じように手を振ろうと心に誓いました。ビーバーブラザーズのカヌー体験。汗をかくと寒くなってしまうと思って今回はできませんでした。次回絶対やります。ディズニーランドの中にこんなに自然がいっぱいのところがあるなんて新鮮な驚きがありました。春になると花々が色づいて新緑が増え、もっとたくさんの鳥たちの鳴き声が聞こえてくるようになるそうですよ。賑やかなディズニーランドの中を思いっきり楽しむのも楽しいですけれども、いろんな楽しみ方がディズニーランドにはまだまだありますよね。飽きないですね、本当に全然。こういう楽しみ方がトムソーヤ島にあるなんて私は初めて知ったような気がします。またぜひ来たいと思います。こちらはインディアンキャンプですね。インディアンのテントが並んでいて、中もちらっと見ることができます。こういうね、洞窟のようなところもたくさんあって、少年たちのね、冒険心をくすぐると思います。私もおばさんながら冒険心をくすぐられて、いろいろなところを探検しました。本当に真っ暗なところがあって、ちょっと足元がすくむと言いますか、ドキドキしながら進むようなところも本当にありました。ちょっと上がるとね、景色も良くなっていろんな楽しみ方ができますね。すべて回ったつもりですよ、トムソーヤ島の中は。初めに通った橋とはまた違う橋がもう一つあるんですよ。こちらはインジャンジョーの洞窟です。この中に宝物が隠れているとかいないとか言われています。私実は探せませんでした。次は必ず見つけたいと思います。本当に暗いんですよ。まるでインディ・ジョーンズみたいな名前ですよね。洞窟もなんだかちょっとそんなような感じがしませんか？人がとても少なかったのでゆっくり見て回ることができたのですが、やっぱりね、天気のいい時、気候がいい季節はすごく混むと思いますね。冬の天気のいい日に行かれてみてはいかがでしょうか。高校生のグループだと思いますが、グループでみんなで船を漕いでいました。元気な声が聞こえてきて、なんだか青春時代を思い出して懐かしい気持ちになりました。やっぱ早いですね、若い人は。島から戻ってきてチェックしてみたら It's a Small World with グルート、新しいアトラクションが15分待ちということで行ってみることにしました。
結構たくさんの人が向かっているようですね。こちら中で待っているところですが、15分よりもう少し待ったと思います。でも船に乗って進みますが、この船がたくさんの人を乗せて一度に動きますので、そんなに長い時間は待たないアトラクションになります。新しくなってとにかく色合いが綺麗になりましたね。グルートとともにいろいろなキャラクターが隠れていて、それを探すのも楽しかったです。随分変わったねという感想を皆さん一緒に乗っている船で口々におっしゃっていました。私もそう思いました。私が行ったこの日は天気予報ではものすごく寒くなるよと言われた日だったんですね。前日がすごく暖かい日で、その反動でものすごく寒くなるからねと天気予報ではかなり言っていました。なので装備はもうしっかり整えて、着れるだけ服を着て、そして寒くなった時用にいろいろなものを準備して防寒の準備をしていったのですが、意外と寒くなかったんですよ。っていうのは風はそんなに強くは吹いてなかったんですよ。なので体感温度はそんなに低くはなかったような気がします。もう一枚上に羽織るものを持っていたのですが、それも使わずに持って帰ってきました。ですがやっぱり冬にディズニーに行くとしたらものすごく寒くなるということを考えて準備をしっかりするに越したことはないと思います。この日も一日よく歩きました。この日帰ったのは6時半ぐらいにはディズニーを出たような記憶があります。でもディズニーを出た瞬間にもう本当に疲れてしまって、そんなことはできないのですが、タクシー呼べないかなと一瞬思ってしまいました。家まで帰るのがちょっと大変かなと、いつもそうなんですけれども、一瞬思ってしまいますね。今回の歩数は 19,128 歩でした。よく歩きました。だいたい15,000から2万から2万5,000ぐらいはディズニーで歩く方が多いのではないでしょうか。今回2025年1月にディズニーランドへ行った様子をお伝えしてきましたが、まだ全てはお伝えできていません。新しいパレード It's a Sweets Full Time のこと、それからショーレストランで見たショーのことなどもお伝えしたいと思います。また続きは新しい動画にしますので、ぜひまた見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。